ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、A グループウォント大阪城ホール公演、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ、英単の皆様、動画公開をするのが遅くなって大変申し訳ございませんでした。今回はね、告知をした通り、ウォントの歌声分析動画を公開します。そして明日もですね、A グループの常夜灯の方の歌声分析動画を公開するので、2夜連続のですね、A グループの動画公開を行います。なのでぜひ2日ともお付き合いいただけたらなというふうに思います。そして今回ウォントの歌声分析してみたんですけれども、いやもう全てキラキラ、もうねアイドルって感じのステージと歌声だったかなっていうふうに思います。ただそこに隠されたものすごい歌声も溢れていたのは事実で、これしっかり分析して探らないと気づくことはできないんだろうなっていうぐらいのさりげなさでものすごい声を表現していたんですよね。こういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力を伝える歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして最近 YouTube で新しく実装されたハイプ機能、こちらもですね、ぜひ1人3回までできますので、この動画にですね、3回ハイプよろしくお願いします。それでは早速 A グループウォント歌声分析 GO！ いいね。出だしは末澤さんなんですね。相変わらずね、ハイトーンボイスが素敵ですよね。少年のような歌声っていうかね。この声はですね、地声と裏声の声、ミックスボイスというテクニックを使った歌声です。声を出してる感覚としては裏声に近いかな。でもしっかりと地声のように聞こえる声の響かせ方をしてるから、こういうパワフルな感じに聞こえるんですよね。そのポイントになってくるのが肺の中の空間、胸腔共鳴という部分です。肺の中の空間を響かせると声質が太くなったり、声にパワーが乗ってくるんですよね。その声を鼻の中の鼻腔共鳴という部分で音色付けをしてあげる、こういう感じの歌い方をしてます。もう一回聞いてみましょう。僕を好きな君がみたいな、これがミックスボイスですね。声を出してる感じとしては裏声のはー、これと一緒なんですよね。ただ胸の響きを多く使ったり、あとね、細かいことを言ったら後ろに弾くような感じのイメージを持って、そのイメージのまま鼻に声を入れるみたいなね、すごくね難しい声の出し方なんですけど、そういう感じで末澤さんは歌ってますね。次いきますよ。あら、かわいい。もうキラッキラの曲ですね。ザ・アイドルっていう感じの楽曲だし、笑顔もね、すごく可愛かったですよね。もう一回見てみますか、皆さん。ほらほらほら。字幕がね、載ってるからちょっとね、見にくいかもしれないですけど、今までね、見てみたいっていう風に思った方はですね、ぜひ概要欄にですね URL 載ってますので、そちらから飛んで見てみてくださいね。次いきますよ。わー、かっこいい。リチャードさんの歌声、すごく男らしくて太い声質を使っているんですけど、どことなくこう優しさだったり温かみを感じますよね。この声はですね、メインとなっているのは胸の胸腔共鳴なんですけど、それと同時にですね、鼻の鼻腔共鳴を使ってるんですね。男らしさを胸で
温かさだったり優しさを鼻で、こういった感じの声の出し方ですね。もう一回聞いてみましょう。いいですね。ダイヤよりもみたいな、僕がやるとこういう感じの声質になるかな。気になる方はですね、ぜひ真似してみてください。次いきますよ。いいね。正門さんのこのね、男らしいイケメンボイスもたまらないですよね。正門さんの声の出し方はですね、皆さんがね、もうピンときてると思うんですけど、胸の中の胸腔共鳴と、あとはですね、口の中の口腔共鳴っていうところを使った歌声です。口の中の口腔共鳴っていうのは、言葉一つ一つの輪郭をですね、くっきりはっきりさせることができるポイントなんですよね。正門さんのフレーズ、すごく歌詞が聞き取りやすいと思うので、そこ注目してもう一回聞いてみましょう。ほらほら。すごく聞き取りやすいですよね。歌詞が聞き取りやすい理由としてはもう一つありまして、フレーズの前半なんですけど、100万ドルの夜景より、こういう感じの歌い方ですよね。この音を区切るような感じで歌うテクニックをスタッカートって言います。このスタッカートを使うからこそ、一つ一つの言葉の輪郭がさらにクリアになってきて、なおかつ弾んだようなね、躍動感を作り出すこともできるテクニックなんですけど、めちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。あ、いいね。佐野さんがメインで歌っていて、上ハモリでリチャードさんっていう感じかな。いや、A グループはこういうハーモニーもバッチリですよね。すごくハモリが綺麗ですよね。で、佐野さんの声はですね、鼻の中の鼻腔共鳴が中心の歌声になってます。声の雰囲気的にすごく優しいんだけど色気がある。そんな感じの歌声ですよね。もう一回聞いてみましょう。いいですね。刺激がないのは、みたいな感じかな、僕がやると。で、口をですね、横にグッと開いて佐野さん歌っていたんですけど、この口の形を作ることによって、口角が上がるんですよね。口角が上がるとですね、声質がすごく明るくなります。顔の表情っていうのは声にものすごく影響を与えるんですよね。先ほども言ったように、口角をクイッと上げて、明るい表情で歌うと明るい響きになりますし、暗い表情で歌うと暗い響きになるんですよね。すごくね、明るくて心地のいい歌声でした。次いきますよ。小島さんの声はですね、胸の胸腔共鳴と鼻の鼻腔共鳴、これを同じぐらいの割合で使ってる歌声かなっていうふうに思います。男らしさもあり、声に艶っぽさもありっていう、ものすごくね、魅力たっぷりな歌声かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。Baby, maybe crazy みたいな感じかな。本当に50対50みたいな感じで声質の響きを作ってるんじゃないかなっていうふうに思います。で、次サビかな。行ってみましょう。いいね。かっこいいですね。すごくおしゃれなメロディーラインですよね。メロディーラインってメロディーのことですね。ただ、おしゃれなんですけど、なんかジャズとかでよく出てくるようなフレーズなんじゃないかって思っちゃうぐらい難しいメロディーですね。それをね、難なくさらっと歌ってるリチャードさん最高ですね。もう一回聞いてみましょう。超かっこいいね。で、全体的に高いんですよね。その仕草もみたいな。この今仕草って言ったところは僕はミックスボイスじゃないと結構きついんですよ。
男性でも多分ね、この辺は地声で出すのかなり苦労する人多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、それをね、さらっと歌っちゃうリチャードさんの歌の実力、やばいですよね。次いきますよ。あ、なるほどね。最初のあのフレーズはサビのこの部分なんですね。なるほどね。すごくキャッチーなメロディーというか、一度聴いてね、こう愛着が湧くような素敵なメロディーですよね。そこに対して末澤さんのね、こう中性的でね、すごくこう少年のような歌声がマッチしてて素晴らしいですよね。もう一回聴いてみましょう。なんか今無言で普通に乗っちゃっていました。いやー素晴らしいですね。僕を好きな君がこんな感じかな。なんかね、ミックスボイスなんですけど、頭を響かせるヘッドボイスっていう響きもね、声から感じるんですよね。ヘッドボイスの響きがですね、声に乗ってくると歌声がすごく綺麗でキラキラしたようなね、成分が出てくるんですけど、末澤さんのハイトーンはこのヘッドボイスを使ってるんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。うわ、聞きましたか？今のハーモニー。三声コーラスかな？三声コーラスっていうのは3つのフレーズでハーモニーを作っているコーラスのことを三声コーラスって言うんですけど、多分ね、メインメロディーを3人で歌っていて、上ハモリと下ハモリでハーモニーを作ってるんじゃないかなって思います。もう一回聞いてみましょう。多分そうなんじゃないかな。すごくコーラスが熱いですよね。一般的にはこういうハモリっていうのはメインメロディーに対してハモリが1パートっていうのが、これがねスタンダードな感じなんですけれども、今披露したハーモニーはですね、もうほんとコーラスグループがやるぐらいのレベルの高いハーモニーですね。多分バックのサウンドがなくなってもこの部分を声だけで表現したらアカペラコーラスになるっていうぐらいすごくね難しくてクオリティの高いハーモニーだったと思います。次いきますよ。いいね。あらららららら、かわいいね。佐野さんの笑顔がすごくかわいいですね。もうキュンキュンしちゃってる英単の方多いんじゃないですか？で、すごくここの部分の声は鼻の鼻腔共鳴の響きを強調させたような歌声かなっていうふうに思います。ちょっとだけ鼻声のニュアンスを感じれるぐらい声を鼻に入れて歌ってるんじゃないかな。もう一回聞いてみましょう。真っ白みたいな、多分このぐらい鼻に声入れてると思うんですよね。すごく素敵な声ですよね。ザ・アイドルっていう感じの声かなっていうふうに思います。次いきますよ。末澤さんの低音ボイスですね。高音とやっぱり声のキャラクターが全く違うなっていう風な印象を持ちました。高音は少年のような美しい歌声。低音域はすごく男らしくてたくましい歌声ですよね。この声はですね、胸の胸腔共鳴が中心なんですよね。もうほとんど胸腔共鳴で声質作りをしてるんじゃないかなっていう風に思います。もう一回聞いてみましょう。そうですね。もうほぼ胸だと思います、この声は。優秀みたいな。超かっこいいですね。なんか二面性のある声を持つ男。末澤さんってね。素晴らしいですね。次行きますよ。いいですよね。やっぱこの B メロのね、ハモリすごくいいですよね。ニヤニヤしちゃう良すぎて。ここはメインが小島さんなのかな？かっこいいキラキラボイスですよね。こういう声はやっぱり胸を中心にして少しだけ鼻の鼻腔共鳴の音色を使ってるんですよね。鼻っていうのはいろんな声質をですねコントロールすることができるので、小島さんもいろんな声出せるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。もう一回聞いてみましょう。なんか笑顔がすごく素敵ですよね。なんかハーフみたいな上品な感じがしますよね。小島さんの笑顔は。次いきますよ。
やっぱこう英詞が入ってくるとリチャードさんの歌声って一気にこうリズムの躍動感が増幅しますよね。やっぱり発音がかっこいいんですよね、リチャードさん。子音の使い方がすごくうまいというか、歌を歌う上で言葉の子音の扱い方ってすごく重要なんですよね。言葉をはっきりと表現するためにも子音の発音っていうのはすごく重要ですし、リズムの躍動感だったりかっこいい雰囲気を作るためにも言葉の子音の使い方っていうのはすごく重要になってきます。もう一回聞いてみましょバックのダン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 っていうここ決めっていうポイントなんですけど、このバックの楽器体のアクセントって言われるこう音が強調されてる部分にですね、リチャードさんの歌のアクセントが的確にバシ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 っていう風にこうはまってるんですよね。リズム感も素晴らしすぎますね。めちゃくちゃかっこいい。じゃあ2番のサビいってみましょう。かっこいい超いい声。この正門さんが歌う高音のこの声質大好きですね、僕。音域が高いのに声質が細くなっていないんですよね。これ素晴らしいテクニックでですね、普通音域が高くなると胸の胸腔共鳴の響きって少なくなっていくんですよ。その代わり鼻の鼻腔共鳴の響きが増えていくっていうのが自然な流れなんですけど、でもそうなると高い音域になればなるほど声って細くなっていくんですよね。こうキンキンした成分が増えていくというか。でも正門さんの高音域はですね、胸の胸腔共鳴の響きが高い音域になっても減らないんですよ。なので中音域ぐらいと同じ声質で高音域を歌えるっていうね、これが素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。めちゃくちゃかっこいい。その仕草も僕がやるとね、なんかね、こんな感じになっちゃいますね。僕こういうかっこいい声って難しいんですよ。できないっていうか。だからね、なおさら正門さんの声に憧れちゃいますね。羨ましいです。次いきますよ。いいね。小島さんはですね、この高い音域をミックスボイスを使わずに地声で歌ってるんですよね。これがね、僕はすごいなっていうふうに思っていて、地声で高い音域を出すっていうのは結構ね、こうパワフルに声を出さないと出ないんですよね。その代わり声に力強さを乗せやすいっていうメリットもあるんですけど、僕がこの音域を地声で出そうとするとすごく苦しそうな感じの声になっちゃうんですよ。っていうかね、大抵の人が高い音域を地声で出すと苦しい感じの声質になるんですけど、小島さんは地声で歌ってるにもかかわらず心地いいパワフルさを残したままリラックスした雰囲気をですね、声で表現してるんですよね。ここがすごい。もう一回聞いてみましょう。ほら、すごくないですか、この声。で、多分もっと声にパワー乗せれると思うんですよね。だからロック系の曲とか激しい系の曲ね、こういったジャンルの曲こそ小島さんの高音域って進化をこう発揮してくるんじゃないかなっていう風にね、思っちゃいますね。かっこいい。次いきますよ。すごいね。やっぱりね、コーラスの作り方がものすごくハイクオリティですよ。メロディーが、なーなーなーじゃないですか。同じ音がこう続くっていうかね。そこに対して、一つの音は、ラー、ラー、ラーみたいな感じで、メロディーの低い音からハモり始めたなと思ったら、メロディーを追い越して高い音に行って、で、また下がるみたいな、すごくね、複雑な音の動きをしてるんですよね。これは音を取るのがすごく難しいコーラスワークなんですよね。クラシックの弦楽器四重奏とかでよく使うハーモニーの作り方なんですよ。だからクラシックの知識とかが少し入ってきてるようなね、こういった方が分かりやすいかな。すごく難易度が高いコーラスです。いや、素晴らしいですね。次いきますよ。あ、なるほどね。
で、ここでオクターブって言われる、末澤さんがメインメロディーで高い音を歌って、その1オクターブ下、低い音ですね。低い音で同じメロディーをこうね、同時に歌っているみたいなポイント。このオクターブのポイントが出てくると、歌声の存在感がね、さらにこう増幅して、なおかつ、メインの歌声がこうね、透き通ったような雰囲気してくるポイントです。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。そしてやっぱ高いですね。見ていたいんだみたいな。これミックスボイスできなかったら多分ね、歌えないと思います。でも女性の皆さんはこのぐらいの音域の方が歌いやすいのかな。でもあれですよね、A グループの曲は低いところから高い音までのこのね、音域がすごく広いので、逆に低いところが歌いにくいか。かといってキーを上げると末澤さんのね、高音のポイントがね、すごくきつくなったりしますし、そういった意味でも A グループの曲ってものすごく難しいですよね。次いきますよ。末澤さんが長いフレーズを歌った後はワンフレーズずつこう歌いつないでいくスピード感のあるようなパートチェンジポイントですね。かっこいいですね。で、最後は、正門さんの歯切れのいいフレーズでね、終わるっていう感じ。すごくいいですね。次いきますよ。うわ！この色気やばいですね。で、リチャードさんもこの高い音域でこの声の太さをキープできるって素晴らしいですよね。どうやってんだろう。うわーい！こんな感じ？なんか今、太い声出ましたよね。やっぱり上手い人の声を真似てみると、うまくいくタイミングがありますね。今回はリチャードさんのおかげで、太い声で高い音を出すことができました。なんか喉をね、ちょっとこうグッと広げるような感じで歌ってると思います。あくびの時の喉の状態を作って歌ってるっていうか、もう一回聞いてみましょう。すごくいい声ですよね。そして英単の皆さんのライトスティックの色がね、すごく鮮やかで感動してしまいますね。いや、このような環境で歌える A グループの皆さんもね、すごく幸せなんじゃないでしょうか。次いきますよ。うわ！裏声が美しすぎますね。こういう感じかな？もう完璧これはヘッドボイスですね。ヘッドボイスを出すイメージとしては、一回鼻を経由させるんですよね、声のイメージを。そのまま頭のてっぺんから天井に向かってこうピーンとこう抜けていくようなイメージで出す感じですかね。で、ちょっとこう後ろに引くようなイメージで、そのさっき言った声の出し方をするとヘッドボイスの感覚つかみやすいかなっていうふうに思いますんで。ぜひね、気になった方やってみてください。もう一回聞いてみましょう。めちゃくちゃいい声。もうね、うっとりしちゃいますね。いい声すぎて。リチャードさんは絶対ね、R&B とか歌っても、すごく声が活かされるんじゃないかなっていう風にね、僕は個人的に思うんですけど、リチャードさんが歌う R&B、ぜひね、やってほしいですね。個人的にはね、ニーヨってアーティストの曲を歌ってほしいですね。僕がね、個人的に好きなだけなんですけど、いつかそんな日が来るといいなーってね、願ってます。次行きますよ。いいね。今のところは末澤さんと小島さんが2人で歌ってんのかな。いや、いい感じでね、2人のそれぞれ持つ個性がこう絡み合ってて、魅力がこう増幅しているようなポイントですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。最後の煽りかっこいいですね。いやー、ライブ映像ならではですね。次いきますよ。で、今のところは正門さんとリチャードさんが歌っていて、で、末澤さんがフェイクしてるようなポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。
いいねいいね。いやほんと A グループっていろんなジャンルの曲を歌いこなせますよね。そこがすごいなっていう風に思って、こういうねキラキラした感じの曲もすごいし、でロック系の曲もすごいでしょ。でバラードもねすごいっていうね、 A グループのねいろんな魅力が知ることができてね嬉しいです。次いきますよ。ウェイめちゃくちゃ勢いのあるかっこいい声でしたね。いや佐野さんのこのパワフルな感じなハイトーンめちゃくちゃかっこよくないですか。もう一回聞いてみましょう。ほらこのパワフルな声の理由としてはミックスボイスなんですけど、胸の胸腔共鳴の響きがすごく強いんですよね。なのでミックスボイス、裏声に近い感じの声なんですけど、パワーがものすごく乗っているんですよ。いやーすごいかっこいい声でした。次いきますよ。いいね。投げ喫茶って今ね、僕やろうと思ったけど、僕がやってもね、ちょっと気持ち悪いなと思って途中でね、手はこう出たんですけど、躊躇しました。やっぱりね、こういうイケメンがやってるからね、投げ喫茶ね、素晴らしいんですね。で、最後の最後でね、またこの素晴らしいハーモニーが聴けるっていうね、もう一回聴いてみましょう。で、ここからエンディングなのかな？見ていきましょう。かっこいいね。いいね。おい。踊る A グループ。めちゃくちゃ素敵ですね。いや、こういう風に様々なパフォーマンススタイルを持ってるグループって他にいないですよね。唯一無二のアイドルグループ。それが A グループっていうね。最高です。次いきますよ。かっこいいね。ちょっとね、一回ごめんなさい、止めますね。最後は、末澤さんが歌って締めるのかな？今ね、歌い出して、はっとね、思って、ちょっと止めたんですけど、危うくね、かっこよすぎて、このまま流れでこう見ていきそうになったんですよ。僕は今、はっと我に返りましたね。こっちもね、理性を保つのにね、必死なんですよ、皆さん。じゃあ、末澤さんの歌い出しから流しますね。いい声。いい声。いや、毎回思うんですけど、どうやったらあんなに美しい声をさらっと出せるのかなっていうね。僕も最近はミックスボイスについてすごく勉強をしていて、前よりものすごくこう上達したんですけど、それでもね、末澤さんの声には程遠いなっていう感じがして、こういう時はね、末澤さんの声を徹底的に研究してみるべきですね。ちょっとね、A グループの曲、練習してみようかと思います。どの曲から練習しようかちょっとね、迷ってますけど。もし上達して歌ってみた動画とか公開したら皆さん見てくれますか？見てくれる方はね、ぜひコメントで教えてください。見ますよって。鶴さんの歌聞いてあげますよってコメントくださいね。じゃああとね、もうちょっとあるんで見ていきますね。ハート。いいね。いやー、最後の最後までね、見せてくれますね、A グループは。いやー、最高でした。以上、A グループ、WANT、大阪城ホール公演。歌声分析はここで終了です。いや、今回も素晴らしすぎましたね。何ですか、このキラキラしすぎた空間は。このライブを会場で見たっていう方は、どれぐらいこのね、動画を見てくれているんでしょうか。もう全てにおいてキラキラしてましたよね。A グループがキラキラしてるのはもちろんなんですけども、会場の雰囲気もね、そうだし、A タンの皆さんのライトスティックもね、すごくこうね、カラフルで美しかったですし、いや、大阪城ホールのステージがね、もう芸術作品みたいな感じになっていたなっていう風に動画を見て思いました。ぜひこのライブ参戦された方はね、コメントでどんな感じだったのか教えてくださいね。これからも A グループ全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。